ゲッターロボワーク第6話竜の末裔オーディオコメンタリーをお送りしたいと思います。本日司会進行を務めさせていただくアニメ評論家の藤津亮太と申します。よろしくお願いします。それでは早速ゲストのお三方自己紹介をお願いします。監督の川越です。よろしくお願いします。シリーズ構成脚本を務めました早川忠です。よろしくお願いします。アニメーションプロデューサーの南です。よろしくお願いします。それではですね、このお三方に第6話についていろいろお話を伺っていこうかなと思います。まずその早川さんにちょっと伺ってみたいんですけれど、アンドロメダ龍谷の様子を書くときに何か気にかけたところというのがありますか？原作であまり出てこないわけですよね。そうですね。実際にはこの敵側のこのアジトというか、はい、この孔明たちがいる場所とスクリーンに映っているメルドーサっていうものを中心に、あとは別に外は映してなくて、これがある星自体が実はどこなんだっていうこともちゃんと触れてるわけではないので、モチーフとしては虫なんだけどもその本人たちは人間体をしている人がキャラとしているということで、なんとなくその時代劇っぽい喋り方は原作の感じでするんだけど、あまり宇宙人に寄せるっていう感じもないというぐらいの感じですね。はい、川越監督、そのあたりキャラクターについて見せ方何か気にされたことはありますか？孔明はもともと原作がああいうキャラだったんで、もともと中華なキャラで始まってて、それが途中から路線変更して、ああいう蛇が頭に乗っかったみたいなキャラに変わっていってるんで、よくいる大ボスみたいな感じで、マクドナルドはもともと地球人なんで、それが要はあちら側に渡ってっていうところを面白く描けたらなっていう感じです。今マクドナルドの、回想でも書かれた百鬼帝国の生き残りで、その恨みがあるんだというのが書かれていましたけど、あの辺のリンクってやっぱりなんていうんですか、この作品アークをやる時の一つの面白さかなとも思うんですけど、南さんその辺はやっぱりリンクをつけていこうっていうのは意識されたところなんですか、この企画の時に？いや、マクドナルドはもともと原作でも百鬼帝国でしたので、それがもうちょっと後に正体がバレる形になってますけど、アニメの場合いつまでも引っ張れないっていうこともありますので、このタイミングで百鬼だっていうことをばらしてしまったってこととか、なので逆算して百鬼だったから百鬼として描かなきゃいけないっていうふうになっちゃってると思います、アニメの方は。そういう意味ではあれですね、アニメのシリーズとして正しい位置で情報を出していくみたいな。そうですね、はい。で今回第6話は割とオリジナル要素が多い感じがするんですが、この辺はどういう構成で入ってくることになったんですかね。これはどなたにか、早川さんに伺うのがいいんですかね、まずは。そうですね、ここまでの4話までの話で、一応チームとして、主人公たちが落ち着いて、新しいアークの体制ができたんだけども、この後はまた舞台が広がるぞというところで、新しいキャラクターとしてショーであるとか、この回から新しく登場してどんどん話が広がっていく準備の段階ですよね。だからこうやって海の方へ3人が行くっていう話そのものは、原作にもある話ですけど、そこで話を振っておいて、この回6話は別のところにもう一個主題を置いて、進行していく感じですよね。これが6話の最後で出てくるあいつのためにお膳立てをするわけですけど、もう出てきたところでね、そこをまた改めて伺おうと思うんですけれど、でもこれ、原作だともう海底に行っちゃうだけじゃないですか、拓夢たちが。その間地上はもうストーカーが広がっていて本当は大変なことになってるのに、ほったらかしなんですよね、原作って。だからさすがにそこはアニメは保管しなきゃいけないでしょっていうので、ちょっと早川さんたちはお願いした感じです。川越監督に伺いたいんですけど、ここ
ブルーレイの第1巻の方に入っていた4話でも回想形式じゃなくて過去の話をするっていう話がありましたけど、ここもまあ冒頭から遡る形で6話もこう脚本が書かれてるわけですけれど、その辺なんていうんでしょう、あまりこう段取りを踏んで説明しようとかではなく、ポンポンとこう必要なところを見せて理解してもらうみたいなのはアークの語りのポイントかなと思ったんですけれど、そのあたりは何か意識されたことありますか？そうですね、本作りの時から要は順序をそんなにきっちりとしないで逆に前後してもいいんじゃないかっていう話は出てて、逆に要はちょっとその辺はわざと丁寧じゃなく、お客さんも混乱してもでもちゃんと見てればまたつながるかなっていう、そういうこちら側の意図があったかなっていう感じです。そして、立花翔が登場したわけですけど、これはいつ頃出そうというお話になったんですか？どのタイミングで？これはもう最初のなんていうんですか、追加項目とかあらすじとか、キャラクター整理とかする状態の時から出そうというのは上がってましたね、割と初期から。立場もこの立場で国連軍の監察官ですかね。いや、役はまだ決まってはなかったですけども、章号に関しては何とかして入れられればなという気ではいましたね。まあでもその辺はあれですね、うまくこの回想シーン、カムイの回想シーンも含めてうまくはまった感じですよね。そうですね。改めて順番見てると分量とかタイミングが非常にいいところではまってくれたんでああよかったと思って感謝してるんですけど、順番通り描くと結構時間かかっちゃうんですよ、だからこういうふうに前後させると時間が多少盗めるんで、お話もそんなに間がついたりしないんで。そしてまあ新旧パイロットが絡むというですね、美味しいシーンですよね、そこは。そうですね。しかもGO の方のお客さんというか原作しかないわけですから、こっちのGOの場合は、だからアークでは描かれていないですし、本当について読んでいてこのアニメにぶち当たって初めて両方ともが映像化されている状態で見られるっていう美味しいところですね、本当ね。そういう意味で言うと隼人白髪にしようっていうのはどういうあれで、年齢的にね多分おかしくない年齢なんですけれど、これは南さんが決めたんじゃなかったですっけ？そうですね、ちょっと今までの隼人とは変えたいっていうのもありますし、ビジュアル的に過去のやつも出てきますんで、今の隼人と過去の隼人を差別化するためにも、最低でも色は変えときたいなっていう、で年齢的にももう隼人60ぐらいなので、あと早乙女博士のイメージを少し残したい、やっぱその早乙女博士の系譜っていうのはあるんですね、やっぱり。でもすごいギラギラした還暦間近の男ですよねさすがといえばさすがですけど、内田さん見てるとそうじゃないご本人の個性が、そうですね。でここでシュワルツコフも出てくるわけですけれど、この後のね第7話でもシュワルツコフとショーの2人で、戦ってるシーンとかも出てきますけれど、この2人あれですよね、もともとは恋人同士だったわけですけれど、ここで割とあっさりと書かれてますよね。そのあたりは何か塩梅を考えたんですか、その後を書くにあたっては。ここではまだ個々には出ているけど、次の7話のアバンで2人並んでるところを見るまでは、この2人がそういう関係だとは分からないじゃないですか。だからここは1人ずつとりあえず順番で出しておきましたよっていう感じですね。いやあれですね、7話のアバンにつなぐ布石を打ってる感じですね。そうですね。後々そのGOのシベリアに行く間のところだけを編集してつなげると、
全部気持ちよくつながってるようになると思いますのでそれまでは順番にバラバラで見てくださいと、はい、でこの辺でまあ国連軍なんかも出てくるわけですの映像として出てきたわけですけれど、これ結構メカも原作を踏襲していたりするそうですね。そのあたりはどなたが選んだんですか？メカというとテキサス2とか。そうですね、テキサス2ですね、はい、空母ですね、はい。あれはもともと GO の時にテキサスって陸上戦艦だったんですけど、今は海上で旗艦で、はい、シュワルツコフが提督になっていてっていう、なんであんま深くは考えずにテキサス2って言っただけ気がします。あとはまあステルバーもそうですね、はい、登場してるわけですけど、ステルバーはもうアメリカ人っぽく、無人に無人兵器にして、まあ少しあれですね、だから時代が経ってる感ですよね。そうですね、時間が経ってる感です。人権を尊重してるって感じですそうですね、一応連合軍の、貸し出し機という感じで、はい、他のカナダであるとか、他の国でもステルバーは使われているという感じになってますけどね。川越監督、6は演出的には何かこう監督としてチェックしていてポイントっていうのはありましたか？もうコンテがとにかく上手い方が書いてるんで、はい、特に問題はなかったですね。はい、ちょっとこの辺の戦闘シーンでメカニック描写を多少書き足した部分はありますけど、その他はもう人間描写とかすごくうまかったんで、あと最後に出てくるものもすごいかっこよかったんで、はい。でもあれですよね、この辺も原作だと、打ち返されたっていう描写もそんなに細かく書かれてるわけではないので、アニメ側で工夫して足さないといけない部分でしたよね。そして、この経緯の中で、地上でのピンチが進行しているわけですけれど、結構あれですね、脚本上でも書き込んでる感じですね、このやられてくるプロセスは。そうですね、あんまり細かいところまでは書いてないんですよ。もう割とト書きは戦闘描写を淡々と書いてあるだけなんですけど、個々のところはカットを拾っていただいて、それぞれ補強していただいてるんで、最終的によくしていただいて、うししっていう感じですよ。こういう変形あれですよね、なかなかかっこいい感じで仕上がってるんですよね。はい、そうですね。やっぱ好きな方がやってくださったんで。はいはい。なんか僕取材の過程で伺ったら、もともとはその変形シーンない予定だったのに、台湾のスタジオの方が変形を作ってきたのでというふうに、それでよろしいんですか？そうですね。はい、もう勝手にね、リグ入れてきっちりと変形できるようにしてきちゃったって。でもやっぱ変形シーンあるとちょっと美味しいですよね、メカシーンとしては。日本人だけさパイロット乗ってるってのもおかしいよね。そこが日本人っぽいアメリカ人っぽいっていう差ですかね。日本人は乗りたいタイプっていう。いや、人権が無視してるのと人権を無視してない国の違いでしょ。こちらの集合して巨大になるも表現、結構工夫が必要だったんじゃないかと思うんですけど、川越監督いかがですか？そうですね、昔は手書きでね、やっていたものをやっぱ CG でうまく作ってくれてると思ってます。あれですよね、ロングになると少しこうフィルターがかかったみたいになって、こうもやっとしてるのがね、いろいろ集まった感じが出てる感じですよね。そうですね、巨大感が、戦闘シーンはこれ戦闘が多いアニメだとどうしても尺が伸びがちだと思うんですけれど、そのあたり川越監督苦労はいかがでしたか？いやでも
コンテがちゃんとしてるんで、はい、それはもうそんなには苦労はなかったですね。他の話数含めて脚本なんかでやっぱ長くなって大変みたいな話数ってありましたか？でも1話も4話もめちゃ長かったですね、はい、最初にこうやって切った時はものすごい尺オーバーしちゃって、はい、でそれを切ってった1話はちょうどぐらいか、4話はもうめちゃ長くなっちゃって、特に構成だったんで、はい、ちょっと大変でしたね。だからもっと美味しいシーンもあったんだけど切っちゃいました、はい。そういう意味では第6話は割と順当にまとまったという、そうですね、はい、結構派手な話だし、はい、早川さん、そういう意味では、こう苦労した話数、特にこの中盤ぐらいまでだとどこが上がりますか？そうですね、どれも苦労したといえばしたんですけども、やっぱり5話ですかね。5話カムイが潜っていくやつですよね、はいはい、あれはなんとなく苦労した思い出が、どこをどうだと言われても緊張感というか、ゲッター戦に近づくカムイの様子とかそこら辺が難しかったような気がしましたね。ゲッター戦というものをどう考えるかってアークを作る上で結構重要だったんじゃないかと思うんですが、そのあたりってやっぱ皆さんお話をされたわけですか？南ちゃんいかがですか？それは、はい、ゲッター戦っていうのは何なんだろう。もう20年やってますからねそうですよねゲッター戦考え続けて20年、でも答えは出ないですから、こうなのかなという感じ。そうですね、解釈みんな違いますし、はい、それは人それぞれ感じ方が違うんで、もうそれに任せるしかない形だと思いますけど、これは視聴者の方にもそうですし、作ってる方も、そしていよいよ登場するわけですけれど、これ結構ファンの方サプライズだと思うんですけれど、これどのタイミングで出すことになったんですか？やっぱショーとかが出てくる時にもアイデアとしてあったんですか？これはでも割と早いうちから言われてたことですよね。比較的一番最初は当然いないです、こういうものは。ただ4話あたりからもうちょっと中盤で少し、何かしらっていうものを出したいというオーダーがあったりなかったりっていうやっぱりアークが研究所を離れるタイミングで、その間防衛する人は誰なんだとかってなると、ステルバーとかショーなんかもそうなんですけど、それと同じように同格の戦える人がちゃんといてくれればっていうところがきっかけですよね。これが、正式名称はブラックシンゲッターと呼んでよろしいんですか？いや、これシンゲッターロボタラクって名前で。タラクっていう名前、はいこれはどういうデザインも含めてどう決まってるんですか？デザインはシンゲッターですけど、これアークの世界全部凡字で、最後に出てくるカムイに乗ってる巨大メカも全て凡字で作られてるものなので、これもやっぱりここの世界でできたものなので、一応凡字を元に、でちょうどアークの反対側にいる時計ではっていうところに位置してるので、あと陽明だとルシファーっていう名前なので、タラクがいいんじゃないかって提案させていただいたんですけど、もうブラックゲッター何台もいますんで、そうですね、ブラックって言ってもどれか分かんなくなってしまう。それ一応名前としてはついてますけど、その名前を呼ぶ人はいないですよね。いないですね。誰も知らないですから。一応あれですね。種別名ということで。川村監督、ここアクションね、すごく派手に出来上がってますよね、いい具合に。やっぱりここでストナーで、周りの煙が剥げて、本体が見えるっていう。これも南プロデューサーがそうしてくれっていう話で、これはコンテ書いた人の発明ですね。
ようやく本店拝見するとね、黒いエネルギー体みたいなのがで書かれてるんですけれど、ここでまあ本体がはっきり見えると、まあこの話はコンテの勝利ですよ。そうですね、ここの消え方もね、けれんみがたっぷりで、青いのが5だからっていう話も、はい、青い光になるところが、はい、シンゲッターだ。まさか生きていたとは。これあれですよね、本当にドラゴンが呼んだのかっていう感じでドラゴンの顔が入るところがね、こうやっぱりアークの世界という感じをしますね。これが気づいてくれる人が何人いるかという。あれゴールが、はいはい、最後やられた時の、やられたところそのまま残ってるのかって感じですけど、だから墓標と言ってるわけですね。はいはい。あの中にはゴール様のご遺体がお父ちゃんと俺たちの墓標だってカム言ってたから、まあ自分の入るつもりでいるってことで、まあ冒頭につながる形で、ここに戻ってきて、物語が別の、ね、ステージに進んでいくという感じですけれど、下手に動くと一斉攻撃を受けるぞ。じゃあどうすんだよ。この辺ちょっと音楽も面白い感じですよね。そうですね、いろんなアイデアを出して、はい、まあこういう形に、やっぱり恐竜帝国のテーマ的な曲が欲しいという、まあやっぱりいくつかその勢力というかが出てくるとなると、それぞれにやっぱテーマがあった方がいいという感じですね。はい、恐竜帝国へようこそという形で、まあ、物語も折り返し視点に入ったなという感じなんですが、6話振り返っていかがだったですか、早川さん。いやー、これから恐竜帝国に行ってまた一波乱あると思うと、なんかワクワクしますもうだいぶあれですね、書き終えてから時間が経ってる感じですねもう下手すればもう1年半ぐらい経ってますからね。南さんいかがでしたか、6話見直して。そうですね、まあ原作とは全く違う要素を入れてもうまくいったんじゃないかなとは思いました。だいたい原則通りやるって言いながら違うもの入ってるので皆さんからなんだそれダメじゃないかって言われるんじゃないかっていうちょっと危惧はありましたけど、まあなんか喜んでいただいたみたいなので、まあ制作一同みんなほっとしてるところです。川越監督いかがでしたか、6話ご覧になって。まあタラクが出てくるんだけども、これがちゃんとした役割を持って最終的になるんで、うまくまとまったと思ってます。それではですね、第6話の、もうそろそろ終わりとなりましたので、コメンタリーも以上までとしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回ゲッター同盟軍